皆さんこんにちは。昔のオーディオ製品には現代とは違った魅力があります。特に80年代の製品には今では考えられない物量が投入されていました。現在この時代の中古が市場にあります。高価だった憧れの製品も安く手に入れることができますが、果たして大丈夫でしょうか。今回はアンプを中心に中古選びのポイントを解説していきます。中古のアンプを買える場所は次の通りです。リサイクルショップのメリットは現物を見れることです。ハードオフにはオフモールというオンラインストアがあって全国の在庫を見ることができます。ネットフリマはワンオーナーの品を比較的安く買える印象です。ヤフオクは品数が最も多いですが、その分ガラクタが多い印象です。これについては後でご説明します。Amazon は割高になりますが、返品しやすいメリットがあります。私は中古の購入で失敗したことがあります。その経験をもとに次に注意しています。80年代から古いアンプは電気接点が劣化しています。メンテナンスすることを前提にすれば、多少問題があっても音が出ていれば OK です。片側の音が小さいとかガリが出るとかいった不具合はメンテナンスで回復できますから、ジャンクでも構いません。2番は改造品を避けるためです。これは個人的な考えですが、オリジナルの状態で音が出るものが中古として価値があるものだと思っています。中古の中にはコンデンサやトランジスタを交換したものがあります。劣化しているからという話ですが、本当でしょうか。コンデンサは容量抜けしたり膨らんだり液漏れすることがありますが、これは熱がこもりやすい小型の電源で起きています。アンプの中でこれが起こる場合は設計に問題があるか、先にどこかの部品が壊れて二次的に壊れた可能性があります。通常電解コンデンサが劣化することはありません。以前37年過ぎたコンデンサを調査しましたが、ほとんど問題ない状態でした。このようなコンデンサを交換しても音が良くなることはありません。ただし交換して見た目が綺麗になると音が良くなったように感じることがあります。中古のアンプで最も劣化しているところは電気接点です。厚くこびりついた酸化皮膜は接点復活剤ではどうにもなりません。接点の酸化皮膜は抵抗になったり音を歪ませたりします。リレーの接点はダンピングファクターに影響します。80年代のアンプはほとんど例外なく劣化しています。これを改善しない限りまともな音は期待できません。中古を扱うショップではこのような商品ランクを作っています。これは見た目の状態を表していて、性能を正しく表していません。B や C には調子の悪いものが含まれています。80年代以前の古いアンプは性能で評価するとほとんどが D ランクになってしまうでしょう。古いアンプの状態は音を出すとわかります。このチェックで使うソースは音楽ではなくて 1kHz の制限波です。CD に焼くかスマホをつないで再生してください。音を出した状態でスイッチやボリュームを操作します。
音量が変化したり歪みが聞こえる場合はメンテナンスが必要です。スイッチやボリュームを動かすと改善することがありますが、治ったわけではありません。最初の状態が本当の状態です。中古のアンプを買ってメンテナンスに出しても望んだ結果にならないことがあります。この問題は作業内容を曖昧にしたまま発注することで起こります。スイッチやボリュームのメンテナンスといっても、一つ一つ取り外して分解清掃する場合と、外から接点復活剤を吹きつけて終わりの場合があります。トランジスタやコンデンサの交換は多くの場合無駄です。外装の補修には終わりがありません。メンテナンスを依頼するときは何をどこまでやるのか要求をはっきり示すことが大切です。確認できた問題すべてにメンテナンスすることをフルメンテナンスと言います。電気接点を中心にフルメンテナンスすると性能を新品に近いところまで回復できますが、費用が製品の定価を超えると思います。これは思い入れのある製品に限られるでしょう。自分で修理できるスキルを持った人はジャンクを安く手に入れて修理することを考えると思います。ところがこれは簡単にいきません。ヤフオクに流れている故障品の中には、中身をいじり回した挙句サジを投げたものや部品取りした残りカスがあります。これはジャンク以下のガラクタです。簡単に治る故障品が手に入るのは蓋を開けていない故障品を直接譲り受けた場合です。ガラクタを頑張って修理するのはおすすめしません。時間と費用がかかりますし、めでたく修理できてもオリジナルとかけ離れたものになってしまうでしょう。修理を趣味で楽しみたい人はそれもいいですが、結果が欲しい人は音が出るものを買って電気接点を中心にメンテナンスするのが正解です。電源を入れてランプがついてもプロテクションリレーが動かないものがあります。プロテクションリレーはアンプとスピーカー端子をつなぐスイッチですから、動かないと音は出ません。この場合、いろんなところが壊れていて簡単に治らない場合があります。以前通電できるけどトレイが開かないという CD プレイヤーを買ってみて、蓋を開けてみたらピックアップがすり替えられていたことがありました。通電確認だけでは不十分です。音が出ることが十分条件です。以上の結果をまとめると次の通りです。中古のアンプは必ず音が出るものを選んでください。音が出ないものの修理はやめた方が無難です。視聴ではボリュームやスイッチなどの電気接点の状態をメインに見ます。1kHz の制限波を使ってチェックしてください。メンテナンスに出す場合は何をどこまでやるのか要求をはっきり示すことが大切です。古いアンプはメンテナンスが必要ですが、納得いく状態にメンテナンスされた憧れの製品はこの世に2つとない自分だけの宝物と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。